おはこんばんは、オリーブです。今回はこちらの S331V ハイ Z を直していきます。その時にいや疲れたと思って。はい。ということで、いつもはこういうボートの偽装を作っているんですが、車が増えてしまって、いつも作業している場所にまで車を入れている状態なので、今回はこの車を直して他の場所に移動して、作業場のスペースを確保していきます。このハイセットなんですが、事故車ということで、タダでいただきました。どんな事故だったか説明していきます。ホワイトボードで説明していきます。駐車場に車が止まっていて、この車はこっちが前側で、こっちが後ろ側ですね。で、ここに車止めがあるんですが、この車止めに車を止めようとして、こっちの方にバックしていって、勢いついて、この車止めを乗り越えてしまったみたいで、その時に車の右の下の方を車止めにぶつけてしまったということで、まず右後ろが凹んでいるっていうのと、今度車を前に出そうとしたんですが、車止めと壁の間のスペースがあまりないので、勢いをつけることができなかったということで、ここで車を吹かして乗り上げることはできたんですが、その時勢いがつきすぎて、車が前の方に思いっきり進んだという感じなんですが、この右の方に家があったので、左の方にハンドルを切って進んだところ、左のここの部分にも地面から出っ張ってる場所があって、今度車の左前の下の方をぶつけて凹んでしまったみたいな感じの単独事故を起こした車になりますね。うまく説明できてるかな。とりあえず車の左前と右後ろがダメージを受けたという車になりますね。はい。なので今からこの車を直していくんですが、プロでもないので結構めちゃくちゃな修理の方法で直していきます。なので、なんかしっかりとした修理が見たいとか、めちゃくちゃな修理方法を見たくないっていう人は、あんまり向かない動画かなと思います。で、車が直ったら、軽くキャンプなんかしたいなと思っています。一応締め付けトルクとかゆったり表記しておこうとは思うんですが、間違ってるかもしれないので、ちゃんとしたい方は改めてご自身で調べていただくのがいいのかなと思います。それでは陣中リフトで車体を上げていきます。で、リジットラックのかけている位置が変な場所なんですけど、クロスメンバーのところにかけている状態ですね。なんでこんなところにかけてるかというと、サイドシルがボロボロだからですね。一応木をタイヤの下に入れて補強しておきます。で、この状態で車を揺らしてみると、こんな感じで安定しているので、このままで作業していこうと思います。本当はあんまり良くないんでしょうけどね。はい。ということで、下回りを見ていきます。はい。そしたら、アンダーパネルを外していきます。10mm のボルトで止まってます。まずは車両の左から下回りを覗いていきます。はい、ここエンジンを固定しているエンジンメンバーなんですけど、このパーツが何かを簡単に説明しておくと、エンジンを支えてる柱と、その柱とエンジンとフレームをつなぐジョイントみたいなものですね。で、合ってるかな？車体の左側の方を乗り上げているので、ここが歪んでいるんですよね。特にこの辺りなんかひどい曲がり方をしてますね。本当は交換するのがいいんでしょうけど、取り外して直していこうと思います。あとは撮影前にこのエンジンメンバー軽く外したんですけど、その時に車体右側のエンジンブラケットのボルトのネジ山を壊してしまったので、ここも直します。これ分かりにくいんですが、このボルトの裏の方にフレームがあって、フレームにナットが溶接されているんですけど、その溶接されたナットがおそらく外れてしまって、このボルトが空回りしてしまうんですよね。今この状態だと力がかかってるので回らないですけど、エンジンメンバーを外したら空回りしちゃいますね。そしたら次は車体の右後ろの方を見ていきます。21mm のソケットでタイヤ緩めていきます。状態なんですが、リアのハブから見ていって、前の方のここが歪んでいますね。これ真下から見ているんですが、
ここの根元の部分が車体の内側にへこんじゃってますね。ということで、エンジンメンバー、エンジンブラケットを直したら、リアのトレーリングアームの付け根を直していきます。それでは修理の方始めていきます。今回は溶接をするので、電装系を保護するためにバッテリーと ECU を外していきます。このハイゼットは助手席の下にバッテリーが付いています。この座席の開け方ですけど、足元にこうやって引っ張れるところついてるので、引っ張って持ち上げて外すと。これが一つの席につき2箇所ぐらいついてますね。2箇所開けると座席を持ち上げられます。まずバッテリーのマイナスを外します。OK。ECU 外していくかな。大体のダッシュボードはこの両脇を内側にグッとやれば外れるから、多分それで外れると思います。ここに ECU ありますね。ボルト3本で止まってんのかな。左側に2本と右下に1本ですね。多分 10mm のボルトかな。やっぱり 10mm だな。で、この右のボルトが少し斜めにソケット入れないと外せないので、外すときはいいですけど、つけるときは手でボルトを回してつけてからしっかり締め込んだ方が良さそうですね。ボルトを外したんですが、配線が詰め込まれすぎていて、最初からカプラー外せばよかったんじゃないっていう状態になりました。OK。これで ECU 外れたな。はい。そしたら次はエンジンブラケットとエンジンメンバーを外していきます。一旦エンジンの方をパンタグラフジャッキで支えてからエンジンメンバーを外していきます。OK。ソケットは 17mm ですね。エンジンブラケットの壊したボルトが抜けないので、グラインダーで切っていきます。そしたらエンジンブラケットのナットを外していきます。見えづらいですが、エンジンブラケットの奥の方にナットがついています。ナットからここの部分が飛び出していて、ディープソケットじゃないとナットを回せない状態になっています。ソケットのサイズは 14mm です。取れましたね。で、外れるはず。あれ？まだついてる？これ車体の右側なんですが、反対側のエンジンブラケットを外すのを忘れていました。で、このエンジンブラケットのボルトなんですが、撮影しにくい位置にあるんですよね。このエンジンメンバーの付け根ですね。それの奥の、ここがエンジンブラケットのボルトが止まっていたところで、その先の方を見てみると、さらに奥の方にボルトが止まってますね。これしかも厄介なことに表側は溶接で止まっているので、裏側に工具をかけて外していく感じになりますね。では外してみます。首振りのラチェットのメガネで外していこうと思います。ここは 12mm ですね。よいしょ。うわ、無理だ。エンジンメンバーをつけたままだとエンジンブラケットを外しづらかったので、最初にエンジンメンバーのボルトから外しました。ソケットのサイズが 14mm です。そしたら先ほど外しづらかった運転席側のエンジンブラケットを外していきます。エンジンブラケットのボルトは車内から見たとき、大体ホースの下あたりにこんな感じでついています。ストレートのメガネ持ってないから外れるかな。はい、今これボルトが外しにくい状態になっていて困っています。なぜかというと、最初にエンジンメンバーを外したせいで支えがなくなってエンジンブラケットのボルトを回そうとするとグラグラするので、ここと地面の間に木をかませていこうと思います。はい、こんな感じでかませてみたので、ボルトの方回せるかやってみます。緩んだか。緩んだっぽいな。よし。
よし、取れた。もう一本。もう一本はそこか。リア側のボルトは外しにくいので、車の下に潜って外します。よし、取れた。この辺りにエンジンメンバーがついていたんですが、その延長線上のここの部分にエンジンブラケットがついていました。横から見るとこんな感じでついていましたね。左のネジ山は車体の下から、右のネジ山は車内の上の方から取り外しました。これが取り外したエンジンメンバーですね。運転席側のエンジンブラケットも外しましたが、今回修正するのはエンジンメンバーと助手席側のエンジンブラケットだけになりますね。で、このエンジンメンバーの歪み具合なんですが、真ん中の方がこんな感じでクッっていう感じで歪んでますね。次にエンジンブラケットを見てみると、ちょうどこっち側に歪んでいるので、これをプレス機である程度直したら車体に取り付けていこうと思います。そしたら12トンプレス機でエンジンブラケットとエンジンメンバーが直せるかやってみます。本当は12トンも力なんてない。こっち側に軽く力をかけて、まずはここの部分を修正していこうかな。飛び出てるボルトに差し込んで、奥の方を壁に当てて支えたら、あとはこんな感じで適当に木を置いて支えたので、この状態でプレス機で修正できるかやってみます。笑えるぐらい不安定だったので、エンジンブラケットとエンジンメンバーを分解します。そしたらまずエンジンブラケットを修正していきます。よし、これならどうかな。サンドイッチ作戦やってみるか。潰れてはいるな。結構いいね。わかりますかね。ここがプレス機で潰したところですね。結構まっすぐになったかなとは思いますけど、まだちょっと歪んでいるので、もうちょっと修正にかけます。これやりすぎるとなんか良くないこと起きるよね。プレートの角だけでプレスしてみます。一回メンバーとブラケットをはめてみるか。スムーズに入る。スムーズに入るけど歪んでんだよな。片側止めると変な風になってる。ここが曲がってんのか。これをこのままこっちに潰すか。あんまりやりすぎるとメンバーがへこんじゃうからな。とりあえずエンジンのブラケットはこれぐらいの修正にして、次はエンジンメンバーを修正していきます。まず真ん中のねじれを直すか。まだこの辺りが歪んでますね。微調整しないとダメだな。プレス機で潰しても戻っちゃうんだよな。弾性変化とかいうやつか。このまま圧かけてしばらく放置しておくか。多少はそれでマシになるかな。そろそろいいかな。はい、ということでもうカタカタしないぐらいまでは歪みを取ることができましたね。こんな感じで立てて揺らしてみても、反対側はカタカタ言うかな。こんな感じでガタつきはなくなりましたね。歪みが完璧に取れたわけじゃないんですけど、これでいいかなと思います。そしたら今度はエンジンメンバーの端の方がこんな感じになっているので修正していきます。修正方法ですが、モンキーレンチに単管パイプを差し込んでエレガントに曲げていきます。正常なエンジンメンバーがこんな感じで、修正した方がこんな感じですね。最初よりはだいぶ修正できたと思います。あとはプレス機で潰して調整したいと思います。両側から潰す感じですね。はい、ということでエンジンメンバーはこんな感じで修正を終えたいと思います。せっかく取り外したので、サビ取り、清掃、出し、ネジ山の養生をして塗装します。使うスプレーは何でもよかったんですけど、ホームセンターで売ってたフォルツのシャーシブラックっていうのを使っていきます。この塗料、ゴムの材質に攻撃性があるみたいなので気をつけた方がいいですね。
プロホルツ。じゃあ行きます。ホルツのシャーシブラックって少し茶色い霧で出てくるんですね。映るかな。スローにするとこんな感じです。だからなんだって言われたら何なんでしょう。なんかすごそう。一応乾いてから3回ぐらいに分けて塗りました。よし、いいかな。乾いたね。OK。そしたら今度は運転席側のエンジンブラケットのボルトを切って外していたので、フレームから取り出していきます。ここがダメにしてしまったボルトが入っていた穴ですね。で、押し出して今こっちの穴の方まで持ってきたので、この状態からボルトを抜いていこうと思います。こっちに移動してナットじゃなくてボルト側が穴に来るようにしよう。よし、取れたな。そしたらこのボルトのこっち側を溶接してこのナットを外せるかやってみます。はい、こんな感じで溶接できたので外せるかやってみます。よし。そしたら次は壊してしまった車体右側のエンジンブラケットの取り付け穴を修理するために下準備をしていきます。ここが溶接ナットが外れてしまったボルト穴なんですが、フレームを切ってこの裏側にもう一度ナットを溶接するんですが、ここに見えてると思うんですが、これガソリンタンクのホースなんですよね。なのでガソリンタンクを外さないと危ないなということで、ガソリンタンクの方を取り外していきます。ガソリンタンクの圧を抜くために給油口を開けて燃料ホースのボルトを緩めていきます。これは10ミリかな。そしたらピックツールで隙間開けて油をさしていくと。抜けるかな。これはこぼれてこないかな。大丈夫だ。よし、 OK、 抜けた。ここ燃料ホースもこっちか。よし、取れた。今ガソリンのメモリが4ぐらい入っているので、手でこのタンクを下ろすのはワイルドすぎるので、うちのコンプレッサーの乗っている台の持ち手を取り外して車体の下に潜り込ませてガソリンタンクを抜くという作戦でやっていきます。台車の取っ手は後ろ2箇所のボルトを外せば取れそうですね。何ミリかな。12。当たってる？外れた。14かな。14。共回りするんだな。下は17ね。よし、できた。いやー、台車取っておくもんだな。それでは運転席側のガソリンタンクを下ろしていきます。こんなもんかな。12ミリだな。ガソリン漏れた。そしたら助手席側から潜っていろいろと外していきます。ガソリンタンク少し下ろしたので、上を見てみるとカプラーと燃料のホースが見えてくるので、これを外していきます。タンクが固定されたままだとこれは外せないんですよね。というかカプラー窒息してるやん。外していきます。窒息カプラーにはこの自作のカプラー外しを使っていきます。これダイソーで買ってきたペンチを曲げて作ったんですよね。では外していきます。あ、カプラー外し入んないし、どこがどうなってんのこれ。
わかんないな。ということでひたすら削ります。ああ、なるほどね。おお、危ね。あ、やばい。どんだけガソリン。何これ。まだ繋がってる？燃料のカプラか。この燃料ホースが邪魔で撮影できないので外す必要はないんですけど、外してカプラ見ながら外していってみます。で、こっちの方が外したいカプラですね。白いところですね。ここの部分を押して外すみたいですね。この爪が表と裏についてますね。で、多分、ここかな？うん。これですね。これが両方爪になっていて、押すと燃料ホースが外れるという感じらしいですね。よし、OK。あとはタンクを引き抜こう。なんとかタンク取り出せたな。ガソリンタンクのボルト穴の位置が左と右と左上と右上。台形のような形でついてますね。こっち側がタイヤがついてる車体の外側で、こっち側が車体の内側ですね。そしたらガソリンタンクを養生していきます。車体側の方もホースつながってたところを養生していこう。エアダスターでガソリンを軽く飛ばして、こんな感じでガソリンは蒸発するけどゴミは入らないみたいな感じで、ウェスっていうキッチンペーパーみたいなやつをホースとかに突っ込んでおきました。ガソリンタンクの方も外したついでに軽く掃除して脱脂して塗装していきます。乾いたかな？乾いたね。OK。タンクを取り外せたので養生していよいよフレームを切っていきます。そしたら、こっちの燃料ホースとか、こっちはブレーキラインとかかな。あと燃料ホースがちょっとあると思うんですけど、この辺りをスパッタシートで養生して、ここのネジ山部分のフレームを切って取り外してナットを溶接していきます。使うスパッタシートはこれですね。Amazon で買ったやつですね。はい。で、今回グラインダーの刃は 0.8mm を使っていこうと思います。結構薄めの刃なんですが、これを使う理由はフレームを切った時にまた溶接しないといけないので、なるべく切ったところの隙間が小さい方がいいだろうということで 0.8mm の刃を使っていきます。針金さん。よいしょ。こんな感じで周りの方を養生しました。ホースとかパイプとかの養生したウェスも外していこうと思います。ウェスに引火しそうだもんね。この辺りと、この辺りですね。ちょっと狭すぎて撮影できないと思うので、引きの映像で雰囲気だけお伝えします。ライトの置いてある辺りで作業します。フレームの方切れましたね。結構やりづらかったな。別にスパッタシートなくてもよかったかな。グラインダー当たったりしてたからな。やっぱり 0.8mm の刃を使ったので、隙間の方は少なく切れましたね。ただやりづらかったんで、隙間が少し広がってますね。こういうところはなんか小さいグラインダーとかあれば楽なんだろうな。そしたら、この切り取ったフレームに溶接が外れてしまったナットを溶接していきます。なので、最初にサビを落としていきます。溶接する前にジンクスプレーだけ塗っておくか。このジンクスプレーが何かを簡単に説明すると、普通の塗料よりも耐熱温度が高い塗料です。錆止めの用途として使います。耐熱温度は600度なんで、溶接した時の温度よりも低い耐熱性ですが、やらないよりいいだろうっていうことで塗っていきます。本当は溶接した後に塗るもんなんだと思います。ちなみにこれ、使用前に3分振ってから使う仕様です。振るときめっちゃ重いです。ちゃんと振ってから使ってますよ。鬼かよ。1回目は溶接後に塗れなくなるナットと鉄板の接触面に塗っていきます。ジンジンジン。このままではグラグラしてしまうので、ナットをボルトに仮止めして鉄板にナットを密着させながら押さえて溶接します。そ
そしたらワイヤーブラシでは大変なので、溶接後のデコボコな表面をアルミナの80番を使ってブラストしていきます。よし。そしたら研磨が終わったので、もう一度ジンクスプレーで塗装していきます。ボルトを取り付けてネジ山に塗料がつかないように塗装しました。はい。っていうことで、こんな感じでできましたね。汚ねえなーおいって思ったと思うんですけど、エアダスターで早く乾かそうとしたらこんな感じになりましたね。絶対やっちゃダメだよね。で、もともとは4箇所の溶接だったんですが、溶接箇所を増やしてナットが外れにくくなるように固定しましたね。で、あとは鉄板が2枚で構成されているので、フレームがあって、ここにこんな感じで溶接でつなげるので、こっち側の方ですね、周りの方だけ少し削って溶接するときにフレームのこの内側の鉄板も溶接できるように加工していこうと思います。これ何言ってるか伝わりましたかね。エンジンブラケットのボルト穴を止めるフレームの部分ってこういう2層構造になっているので、画像の状態のまま溶接するとフレームの外側の鉄板に遮られるため、溶接のワイヤーがフレーム内部の鉄板に当たりづらくなり、裏側までしっかり溶接することが難しいです。なので車体の外にむき出しになるこの鉄板の外周を削って、車体内側の鉄板にも溶接ワイヤーが当たるような加工をしていきます。分離しちゃったな。鉄板の外周は削り終えたんですが、トラブルが発生しました。フレームの2層構造ってどうやって作ってるかわからないんですけど、この2枚の鉄板って何らかの方法でくっついてると思ってたら、ただ圧力で圧着されていただけみたいで、作業中に2枚に分離してしまいましたね。なので、鉄板の重なっていた部分にもジンクスプレーを塗っておきます。よし。とりあえず塗装が終わって、あとはこの2枚の鉄板を重ねてフレームに溶接するという感じなので、その時にこの2枚のフレームがバラバラだと溶接しづらいので、軽く溶接で留めてからフレームに溶接していきたいと思います。はい、こんな感じで溶接できたので、あとはまた溶接で焼けたところとかもう一度ジンクスプレーで塗装していきます。よし、乾いたな。それじゃあ車体に溶接していきます。車体側にもジンクスプレー塗っていくか。ダイソーのネオジウム磁石で、よし、こんな感じでいいかな。溶接するか。鉄板をむき出しにして溶接機のアースをつけまして、溶接をした後にグラインダーで研磨しました。はい、決して綺麗に溶接できたわけじゃないですけど、なんとかフレームの方をつけることができたので、軽く塗装しておきます。溶接のアースを取ってたところも忘れずに塗装していきます。ネジ山も保護して、よし。シャーシブラック塗っていきます。あ、取れてなかったかな。こっちがアースをつけてたところですね。はい、フレームの塗装乾いたんですが、本来はボルトの取り付け部、鉄板むき出しになってるみたいなので、このゴムのブッシュの当たる部分だけ塗装を剥がしていきます。これぐらい綺麗になってればいいかな。よし。OK。溶接したところに、ノックスドールの750っていうスプレーを塗っていきます。これ塗るとなんかすごく浸透性が高いみたいな、要はめっちゃ染み込む錆止めのスプレーです。それとこいつについてるノズルなんですが、ストレートのノズルとロングノズルですね。こいつの方が重要で、これ先端の方が四方八方に穴が開いてて、こういう穴とかにこんな感じで差し込んでスプレーすると、この中の方まで塗ることができるっていうノズルになってますね。このノズルを塗装画につけて使ったらめっちゃ便利じゃねと思ったんですけど、こいつ単体でどうやって買ったらいいのかなと思ったら、360度ノズル延長ホースキットっていう名前で出てきてますね。一応何もない状態で吹いてみようかな。こんな感じですね。ちょうどここに穴があるので、ここからノズルを差し込んで、こっちの溶接した付近に吹いていこうかなと思います。ネジ山にかかるとまずいと思うので、ボルトで塞いでおきます。溶接するときやりづらいんで、切ったボルトですね。
おお、垂れてきた。多分ちゃんと濡れたかな。めっちゃボルトから油垂れてんな。掃除しないとダメだな。よいしょ。ネジ山にパーツクリーナーぶっかけたら多分ノックスドールも一緒に落ちちゃうよね。ドライバーにウェスを巻きつけて掃除していこうかな。こんな感じでウェスをねじったので、これにパーツクリーナーを染み込ませて掃除していきます。ネジ山の奥はこれじゃ掃除できないよな。やんないよりはいいか。こんなもんでいいか。じゃあ最後に。よし。オッケー。オリーブの束の間、エンジンメンバーに左右のブラケットつけていきます。ボルトは社外のものを買ったので、こちらを使っていきます。塗装したけど、つけるときに苦労して剥がれるんだろうな。しないと無理かな。反対側もつけていくか。締め付けトルクは56ニュートン。オッケー。はい。ということで、なんとか組み上げることができましたね。両側にエンジンブラケットを取り付けちゃってるんですけど、実際に車両に取り付けるときは、最初に運転席側のエンジンブラケット単体を車両に取り付けて、次に助手席側のエンジンブラケットとエンジンメンバーを一緒に車両に取り付けると取り付けやすいのかなと思います。そしたら、エンジンブラケット、エンジンメンバー、ガソリンタンクを車体に戻していきます。まずはガソリンタンクから戻していきます。給油口だけは運ぶときにこぼしそうだから、運んでから養生外そう。ギリギリだな。まずはカプラーかな。届くかな。少し上げないと無理か。よし、ホースがよしよし。ここの太いホースも開放するか。怖いな。オッケー。ガソリンタンクのソケットは 12mm で 19.5 ニュートンで締め付けています。オッケー。そしたらエンジンメンバーとエンジンブラケットを取り付けていきます。ボルトも新品を純正で買ってきたので、こちら使っていきます。一人で取り付けるコツは、エンジンブラケットのボルトに最初に引っ掛けておくことですね。抜け止め防止にナットを。助手席側のエンジンブラケットのボルトは後で締め付けたんですが、14mm のソケットで 24.5 ニュートンですね。エンジンブラケットのボルトはソケットが 17mm で45ニュートンです。よし、ここは締めましたよ。ここは閉めましたよ。ここも閉めましたよ。よし。OK。そしたらエンジンブラケットの裏の方のボルト締め付けていきます。締め付けトルクが運転席側のエンジンブラケットなので 19.2 ニュートンですね。ソケットは 12mm。ここは手の感覚で締めています。気になる人はナットを外す前に目印をつけておいて、戻す時にその目印に合わせて締め付けるといいと思います。車両の後ろ側を締めたんですけど、車両の前の方は車内から締めないとやりづらいので、車内から締め込んでいきます。工具抜けない。ということで、とりあえずこれでエンジンメンバーとエンジンブラケットは取り付け OK かな。あとこのチャコールキャニスターのホースですね。エンジンブラケットに差し込んでいきます。本当はエンジンブラケットを取り付ける前にチャコールキャニスターをエンジンブラケットに取り付けてた方が楽だったのかなと思います。では取り付けていきます。エンジンブラケットの裏側にもホースか。2本ブラケットにつけるホースはついています。上から下にカポってはめたので、あとはクリップで留めていきます。
こういうやつですね。ここに取り付けていきます。こんな感じですね。あんまりキャニスターを下まで押し込むとクリップが入らなくなってしまうみたいなので、ちょうどいいところで調整してクリップを差し込んだらしっかりと止めることができるみたいですね。よし、OK。エンジンの支えを外しまして、はい、ということで完璧とは言わないですが、エンジンブラケットとエンジンメンバーを取り付けることができました。反対側から見るとこんな感じですね。助手席側はここを中心にプレス機で修正しました。直す前の状態がこちらです。完璧に直ったという感じではないですが、最初に比べれば良くなったんじゃないかなと思います。そしたら今度は運転席側のリアのトレーディングアームだったかな。こちらを外して、ここの部分の歪みを修正していこうと思います。このアームはボルト3本で止まってますね。前側に1箇所と後ろ側に2箇所あります。後ろ側の方は1箇所見えにくくなってますね。このボルト、表と裏側から止まっているので、裏側のボルトを押さえながら表のボルトを回して外していきます。ここのソケットのサイズは 17mm です。どうしようかな。めっちゃ怒られそうですけどね。パイプで表側を延長して、裏側もこんな感じでソケット取り付けたら、こんな感じでパイプ延長してます。なんとか緩んだかな。塗装のこびりつきがやばいな。よし、そしたらもう一本のボルトも外していこうかな。17でしょ。して、これで緩むかな。ボルトが抜けて、本題はこれで動かしていいのか。ちょっと一旦ボルトの方を軽く戻しておきました。何について迷ってたか説明しますと、車体右後ろのタイヤ付近の前後の位置は、このトレーディングアームというパーツで固定して決めています。で、このトレーディングアームは3つのボルトで固定されているんですが、今回の作業で2つのボルトを外さないといけません。外すとこんな感じになるんですが、ここにあった前側のボルトを外してしまっているので、右後ろ全体の前後の位置が不安定な状態になっています。ただし、グラグラはしていません。なぜかというと、ここにストラットのボルトがついていて、このボルトが右後ろを支えているからなんですよね。ただ、ここだけで支えるのは良くないんじゃないってことで対策をしていきます。まあ、ショックアブソーバーのボルトもそんなに弱いわけじゃないでしょうけど、何かこっちの方に支えを作ろうと思います。本当は車体のこのサイドシルっていうところに馬をかければボディを支えてるだけなので、ここのリアアクスルのことは考えなくていいと思うんですけど、今回はリアアクスルで支えているのでちょっとやりづらい感じになってますね。で、どうやって支えようかなって考えたんですが、車体の下側から見てみるとフレームが通っているので、このフレームに何か支えを当てて作業していこうかなと思います。たまたまこういうジャッキをもらっていたので、これを使っていこうかなと思います。ここの部分を回すと、こんな感じで上の方に持ち上がっていくジャッキみたいですね。これとホイールと木の板を使ってフレームの方を支えていこうと思います。はい、ということで、下にタイヤと板をかませて、フレームの方、ジャッキで支えました。まあ、これで完璧ってことはないですけど、ないよりはあった方がいいと思うので、この状態で作業していきます。そしたら、仮止めしてたナットを外して、ボルトも外して、で、このアームが本当はもう動くはずなんですが、事故でここが歪んでいるので、こんな感じで上には上がるけど下に下がらない状態になってますね。そしたらここの付け根の部分を手前側の方に修正していきます。よいしょ。もうちょっとかな。
アームがあるせいで修正しづらいな。ボルト外してホースを緩めるか。アームの上の方にあるこの影にあるボルトを緩めて、このホースを取り外して、アームがもう少し自由に動くようにしていきたいと思います。そしたらこれが緩むはず。よし。OK。これでアームが下に降りてくんじゃないかと。あ、ダメだ。なんかここにもついてる。このアームの後ろ側の方ですね。コイルスプリングのあたりにもクリップがついているので、これも外していきます。手でいけるか？いけるわけない。よし。OK。よし。これで、自由効くようになったな。曲げたくないとこを押さえて。これぐらいでいいかな。あとはここのめくり上がってるところを広げるか。ここをクイッと。クイッシュ。いっか、これで。やりようないしな。無理だ。やめよう。ここが、とりあえず、ある程度戻ったし、OK にしよう。ほどほどに、ここの歪みを直したっていう感じですね。あと、ボルトを戻していくか。アームを上げて、クリップを戻して、ホースを止めてたボルトを止めていきます。ここの動いてるホースですね。OK。後ろのロアアームのボルトを刺して、あとは前の方だな。ジャッキが邪魔なので外してますか。アームのボンネット側が 17mm で66ニュートン。よし、OK かな。リア側の上下のボルトは80ニュートンですね。OK。ここは閉めましたよと。一応アームにもスプレー塗っておくか。これ後でもう一回目印つけないとダメじゃん。そしたらアンダーカバーを戻していきます。ソケットのサイズは 10mm です。締め付けトルクは知りませんが、アンダーカバーはプラスチックなので締めすぎて壊さないように注意が必要です。OK。はい。で、気分が乗ってきたので、カーナビもつけちゃいますかね。これは別の車両から取り外したやつですね。トヨタの純正のカーナビになりますね。そしたら、ここのダッシュパネルですね。外していきます。多分そんなに難しくないと思います。適当に引っ張れば、4駆の配線がついてんな。ただ、パネル外せるだけのものもありますけどね。今回は4駆のスイッチがついてましたね。ハザードランプのスイッチもついてんのか。大体はカペラに押せるところがあるので、押して引き抜けば抜けると思います。あと引き抜けますね。で、カペラがついてるから外して、ラジオのアンテナのケーブルがついてるので外して、で、これで簡単にカーナビだろうが、ラジオだろうが取り外せますね。だいたいこういうメインのカペラがついてるんですよね。電源とかスピーカーとかいろいろ繋がってるやつがあるので、ほぼこれと、ラジオ機能を使うためのアンテナ差し込めば、大体のカーナビ動くと思います。このメインのカペラが、ダイハツならダイハツ、トヨタならトヨタ、スズキならスズキみたいにメーカーごとに規格があるので、もし別のカーナビ使いたかったら、変換のカペラ使えば別のメーカーの車でもつくとは思います。特殊なのもありますけどね。このごちゃごちゃしたやつに変換カペラ入ってるんですが、これが変換カペラで、こっちがトヨタのメインのカペラに合うようになっていて、こっちがダイハツのメインのカペラに合うような形状になっていますね。テレビのチューナーと、これラジオのブースターですね。ラジオの電波を拾いやすくするためのものですね。最近の車はラジオの電波を拾う力が弱いみたいなので、このブースターをつけてます。なんかいろいろごちゃごちゃしてるけど、つけていこうかな。メインカペラつけて、このブースターにラジオのアンテナ線を挿して、カーナビを一旦挿していきます。カーナビ、こういう金具がついてるんですけど、これが土台になっているので、このつけたいカーナビの土台と、元々ついてたオーディオの土台の形状が違うと思うので、取り外して付け替えていきます。ただ、ネジで止まってるだけですね。
適当にこうやってずらしてるといい感じのところに勝手にはまりますね。あとR とか L とか書いてあるみたいなんで、これの場合は楽ですね。後ろに配線とかありますけど、こんな感じでしっかりと収まるし、ネジ山も合ってるね。これをカーナビにあとつなげていくだけですね。刺せるところにしか刺さらないんで、そんなに難しいことはないと思います。あとはアンテナつけていきます。フィルムアンテナですね。もうピロピロになってますけど、車両から取り外したやつなんで汚いですね。A ピラーの下のあたりから通してカーナビにカプラを刺したいと思います。取っ手の裏にネジが。モールを外して、手だけでいけたのかな。隙間からとりあえずここからアンテナのカプラを入れて、ダッシュボードのところに通しましたね。そしたらこの状態でフィルムアンテナ、ガラスに適当に貼っていきます。こんな感じで貼ったので、あとはカプラをダッシュボードの中を通していって、このナビを取り付けるところの裏から出していきたいと思います。ピラーを最初に戻しちゃいます。フィルムアンテナのカプラーを挿していくと。一つは GPS アンテナ3番で、この余った配線はいい感じにまとめた雰囲気を出していきます。そしたらグッてぶち込んでいって、取り付いたのでいろいろと戻していきます。いろいろとってか、このカバーだな。18センチなの。ちょっとこのカーナビの枠を切ってきます。ナビのところ両脇グラインダーで切ってきたので、これで入ると思います。はい、そしたらこんな感じでカーナビが取り付いたので ECU 戻していこうかな。 ECU の締め付けトルクは知りません。 10mm ぐらいのボルトはだいたい感覚で締め付けています。外す前にナットに目印をつけて、締め付ける時に目印に合わせて締め付けるか、ディーラーさんのところに行くか電話して車台番号と取り付けるパーツ、取り付け場所を伝えれば締め付けトルクを教えてくれます。バッテリーを戻していくか。バッテリーの締め付けトルクはで、エンジンがかかるか一回やってみるか。タンク一応外したから、もしかしてかかんないか。バッテリーが弱いな。はい。ということで、DIY ガチ勢なら誰でも持ってる最高のバッテリーですね。いや、本当偶然、新品の使ってないバッテリーがあったので、こちらに変えていきます。あとはダッシュボードを戻して、エンジンもかかって気分も乗ってきたからオイル交換もしちゃおうかな。そしたらエンジンの方温めていきます。よし、温まったかな。そしたら圧を抜くためにエンジンオイルのキャップ開けていきます。で、だいたい開いちゃったか。開かないときは適当に当て物してモンキーでクッてやったりするんですけど、よし、開けておきます。そしたらハイオイルの受けを置いといて、この下のドレンボルトを緩めていきます。ここからオイルが出る感じですね。ハイゼットの場合、アンダーカバーつけててもオイル交換できる構造になってるみたいですね。エブリィもそうだったかな。みんなそうなのかな。あとはこのドレンボルトの右のこの奥の方にオイルフィルターがありますね。今回はオイルフィルターも交換していきます。ドレンボルトは 14mm だな。硬くない？嘘。硬っ。嘘。これ結構勢いよく飛び出すんで、手前側に受け皿置いた方がいいですね。で、結構オイル熱いんで、本当は手袋をして、その上からビニール手袋した方がいいと思います。手袋穴開いてるじゃん。とりあえずこれでオイルが流れ切るのを待ちます。これだんだん勢いが弱くなっていくんで、受け皿移動した方がいいですね。そしたら
ボルトのワッシャーがめっちゃ、何これ。ワッシャーとボルト取ってきたので、ボルトを洗って、あとは適当な汎用品のワッシャーを取り付けると。角が丸い方がボルト側ですね。よし。そしたら、ドレンボルトのところを軽く掃除して、こんなもんかな。ここのドレンボルトを感覚で締め付けました。全体的にこう、ってなったらやめてます。今度ここにオイルフィルターがあるので、オイルフィルターレンチで外してますね。オイルフィルターは硬くないから軽く緩まる。あれ硬えな。硬すぎ。オイルフィルターからレンチが外れないので、ゴムハンマーとかで叩けば、まあ外れると思います。はい、そしたらオイルフィルターも交換していくんですが、下準備としてどれぐらい回ったかわかるように印をつけておきます。あと、この裏側にですね、エンジンオイルを塗っていくんですが、塗るんじゃなくて他の方法でいつもやってます。こんな感じでオイルを容器に入れて、そしたらこのゴムのパッキンをここにこんな感じでちょん付けしてオイルをつければ手が汚れずにオイルを塗ることができますね。そしたらフィルターつけていきます。撮影しながらだからフィルター汚れちゃったな。で、手で軽く回るところまで締めて、目印の1から4分の3回していきますね。1周の1個分手前ですね。そこまで回していきます。最初、ここにあった目印のものがちょうど車体の上の方に来たような感じですね。車体の下のオイルの受け皿出していきます。はい、そしたら廃オイルは廃油ボックスに入れて処理しておきます。あとはペットボトルにオイル買った時とかについてくるノズルをつけてオイル入れてます。持ってなかったら農業用の草刈り機とかの燃料を置いてある場所に多分一緒に売ってるんじゃないかなと思います。今回オイルフィルター交換したんで 3.2 リッター入れていきます。2リッター、3リッター、0.2 リッター。オイル満タン OK でエンジンを回してオイルの残量を確認してもいいんですが、まあ別にやってないけど一応やっとくか。はい。で、オイルのレベルゲージは運転席側にあるみたいですね。一旦とりあえずエンジンをかけてオイルを循環していきます。はい。ある程度オイル温まったんで見ていくんですが、ハイゼットの場合運転席の下のちょうどこのホースを基準にして右下のこの黄色いやつを引っ張っていきます。引っ張って抜くと、これがオイルのレベルゲージになってるみたいですね。まあ大体いい位置に来てるので、オイルの量は OK ですね。そしたらオイル交換したんで、ここのボタンを押して、どっちもリセットされてるね。本当はリセットされてなければ、この A とB のところで、ここのボタンを長押しすれば数値リセットできるんですけど、バッテリー外してたからリセットされたんだな、勝手に。じゃあ A の状態にしておこうかな。そしたら修理が終わったので、試走も兼ねてキャンプの道具を調達してこようかなと思います。全然異音はないな。安定してるし、エブリィバンだと結構乗り味硬いから運転するとき疲れちゃうんだよな。まあそれはそれで味があっていいんだよな。めっちゃでっかいステーキ食べてコーラで流し込むってのがいいな。この辺りに、よし、これだ。これを持って帰ろう。まだ使えるかな。はい。ということで、積み込みが完了したので、あとは炭と食材を調達しようかな。安い肉手に入れてね。久々
じゃあ逆にお腹空いてる方がいいでしょ。保護的な問題じゃない。この間なんかテレビでやっててさ、自然公園でキノコ狩りを楽しむみたいなのやってた。いいのかな。あ、そんなのあったの。キノコ狩りしていいとか、どうなんだろう。みんなやってるよ。わかんない。山なんだよ、完全な。私有地じゃない山。でも危ないよね、クマにやられる。クマに遭遇しない方法ってないもんね。まあなんか鈴鳴らしてたりとか、唐辛子のなんか匂いのやつ、なんかあれ蚊取り線香みたいなのなんかつけてたりとか、いろいろとやってる人いる。それでも今のクマにも有効なのか。まあ有効だからアマゾンとかでアマゾンではそういう唐辛子のなんか匂いのやつ、ハクビシンもやるやつ。あ、そう。ついたんじゃない？自然と一体化してるから。これでいいかな。肉焼いてっか。もう直でこのまま乗せるよ。焼けるかな。追加してもいいけど。薪じゃん。薪じゃんこれ。炭を買うつもりがちゃんと見てなくて薪を買ってました。ちょっと空気入れるか。この辺りで気づいたんですが、今回って食事するだけなんでキャンプじゃなくて、これってバーベキューじゃない？どうせひっくり返す？まだいい？焼き始める前に何をするの？味付けした方が水分が余計出るのを防ぐんだ。一回塩コショウやって、結構ね網目ついてるじあ、すごいいい。ゃん。うまそうだけど、あれだね、煙がやばいね。煙すごいね。飲むか。うま。飲みたい方のビール飲んでよかったの？ステーキと合わせたくなかったの？これ合わせるならこっちの方が合うと思うよ。ああ、そう。ちょっとひっくり返してみていい？どうなってるか焦げてたら大変だし、はい。少し焦げあるくらいでもちょうどいいとは。あ、まだだな。まだ反対？うん、ちょっとまだ反対のこっちはちょうどいいんだけど、ちょうどいいまではいかないけど、もう少し焼いた方がいいねっていう。チャーシューみたいな見た目が。だね。蜂だね。蜂って火離れるんじゃないの？まあなんか火に警戒して寄ってきてんだね、逆に。なんだこれはって、俺の巣でやるんじゃねえっていうか。取って食べるか。ワイルドに食べてしまう。包丁持ってきた意味だよ。こうやってワイルドに切んないの？だって切るんじゃん。そのまま。いや食べてもいいよ。でも多分噛み切れないんじゃん。ああ、そうだね。肉を楽しむんだから。まあ大きくていいかも。大きくていいよ。よし食べるか。ビール？そんなにうまい？うん、美味しい。うまっ。肉だ。うまいね。美味しいね。コーラ。うまっ。めっちゃ炭の香りが。こんな感じの焼き加減です。よし、あと食べてゆっくりするか。なかなか焼けないね。はい、いかがだったでしょうか。今回はハイゼットの事故車の修理を行いました。今回の動画はここまでです。終わり。何やってんの？いや疲れたと思って。